塗装に入る段階で、思わぬトラブルが発生したが、鼓のおかげで事なきを得た。まだ修正などで、塗装が必要になるかもしれないが、塗装での大仕事は終わった。次はデカールを貼る作業に入る。ますます見栄えが良くなるはずだ。これからデカールを貼る作業に入ります。細かい作業になるね。確かデザインナイフで使うデカールを一枚一枚切り取って、水につけてから貼るんだよね。確かにそういう方法で貼る人が多いけど。違うの？だってつづみちゃん、デザインナイフで切り取っているじゃない？これは使わない部分を切り取っているだけ。不要なので捨ててしまうことが多いけど。いつかまた F4U コルセアを作るとき、もしかしたら、役に立つかもしれないからね。なるほどね。いつかまた、作るつもりなんだ。でもなんで使う部分を切り取らなかったの？使わない部分を台紙に残していたら、保管も楽だったと思うけど。どうしたのこれ？使う部分を台紙ごと、水道の蛇口から水を出して濡らしてきた。つづみ何やっているのよ。そんなことしたらデカールがぐちゃぐちゃに動いてどこに貼るのかわからなくなるでしょ。それにデカールの糊が流れてつかなくなるし、私でもそれくらいわかるよ。ささら、心配ないよ。確かにデカールが動いて、初心者はわからなくなる可能性があるから、あまりおすすめしないけど。この方法のメリットは、デカール作業の時間が短縮できることなの。それにマークセッターを用意しているから、糊は関係ないよ。マークセッターの中に糊が入っているからね。そうなんだ。大丈夫なんだ。使うデカールを1枚ずつ濡らして作業していたら、切り取った台紙からデカールが離れるまでの時間が、貼る回数分だけ余計にかかってしまうでしょ。一度に濡らすことで、使う予定のデカールは台紙から離れて、すぐに貼り付け作業に入ることができるから、作業時間を短縮できるわけ。マークセッターには、糊と軟化剤が入っていて、デカールを柔らかくしてより模型に密着させることができるから、この作業に必要だね。作業終了。貼り終わりました。お疲れ様です。1日乾燥させてから、デカール保護のためにクリア塗料をエアブラシで塗装します。クリア塗料は、デカールを貼った部分とその周囲に、ツヤありを塗ります。そして乾燥させます。これで上から塗料を塗っても侵食されることはないです。なるほど。この後何かするの？今回自身初の試みをします。何？初の試みって？今まで綺麗な機体を見て楽しんでいたんだけど、今回は汚し塗装、ウェザリングをしたいと思います。どうして今回やろうとしたの？今まではどうも好きになれなかったから、汚し塗装なしで作っていたんだけど、動画で作品を公開する以上、今回はやってみるしかないかな、と思ったから。もちろん、模型制作は自由なので、絶対にしなくてはいけないということではないから。皆様は、自分の判断で自由に制作してください。そうだね。模型制作は自由だもんね。それでは、始めるね。お願い。まず、ミスターカラーのウェザリングカラー、ブランドブラウンを使用します。筆につけて全体に塗ります。ずいぶん大胆なやり方だね。大丈夫なの？さあ、やってみないとわからない。なんだか心配になってきた。全面に塗ったら、今度は細かい部品にも同じように塗ります。そして半乾きくらいの状態でティッシュペーパーを使って拭き取ります。拭き取り終わると、このような状態になります。上から見ると、あまり変化が見えないけど、下の方は、
モールドがはっきりとわかるようになったね。ここまでは上出来だね。次に塗装の剥がれを再現しようと思います。これもエナメル塗料を使います。資料を参考にしながら、塗料を少しずつつけていきます。こんな感じかな。そして次は、油汚れと排気のすすをつけます。エナメル塗料を使うの？これには油絵の具を使います。大丈夫なの？結構使っている人いるみたいだよ。画像のこの部分ね。オイル漏れの跡があるようだから、バーントアンバーの絵の具を使います。ほんの少し絵の具をつけた後、筆や綿棒を使って伸ばしていきます。足りないようなら、少し付け足してこれを繰り返します。いい感じだね。次は基準付近のすすと排気汚れを表現するけど、これもやり方は同じで、黒い絵の具を少しつけて伸ばしていきます。これでウェザリングは終了です。お疲れ様です。ただ、プラモデルに使用する塗料と違い、油絵の具は固まるまでしばらく時間がかかるから、数日このままで置いておきます。そんなにかかるの？私も初めて使ったので、詳しくないけど結構時間かかるみたい。あとの作業は何だっけ？次は仕上げ塗装だね。修正箇所があれば直し、細かい塗装が完了したら、私の仕事は終わりです。そうしたら私の出番だね。そうだけど、まず仕上げ塗装を終わらせないと。忘れないうちにこの部分のデカールを貼ります。なんでこのタイミングで貼るの？忘れていたの？これは機体に白い線を描いているのではなくて、ガムテープで燃料漏れが起こるので、貼っているらしいの。米軍機でそんなことが起こるの？初期の機体では、よくあったそうだよ。まあちょっと調べただけなので詳しいことはわからないけど。だから貼りたての状態を表現するために汚さないよう後で貼ったの。それと外部タンクも戦闘中に投棄されるから、これも汚さなかったよ。取り付けられるとしたら、新品の可能性が高いからね。汚れていたら不自然でしょ。まあ、そうだね。それでは仕上げ塗装に入るね。使用するのは、フィニッシャーズの艶消しと専用のシンナーを使います。ここでちょっと注意点。何かあるの？溶剤を使うときは、しっかり換気、マスクをして吸い込まないように注意してね。やばいの？今更なんだけど、吸いすぎると頭痛くなったり、気分悪くなるから。まあ、それはどの塗料もそうだよね。ウップ主によるとね。ガチでやばいようだよ。本当にね、たまに気分が悪くなるって、まあ平気な時もあるけど。体に良くない&気分が悪くなるの分かっているのなら、ちゃんとマスクしなさいよ。そうなんだけど、ウップ主。この溶剤の匂い好きなんだって。危なすぎる。危険なので皆さんは絶対真似しないでね。さて話を戻して塗装するよ。塗料と溶剤を適量混ぜて、エアブラシのカップに入れて、塗装します。この塗料は乾くの早いから、少し待つと組み立て作業できるよ。さっきの油絵の具と逆だね。乾燥しました。これで私の作業は完了です。すずみ、お疲れ様。最後は私の番だね。あとは頼んだね。さて、いよいよ最後の段階。最終組み立てだ。ここで失敗したら、今までの苦労が、すべては、ささらにかかっている。いよいよ
気合い入れていくよ。張り切っているね。まずはタイヤから組み立てるよ。足回りの接着剤が乾かないと、作業が進まないからね。それから、キャノピーと後輪を機体に取り付けて、さらに釣り糸を使ってアンテナ線を作り、瞬間接着剤で取り付けました。乾燥後、先ほどの支脚を取り付けて、その周囲のカバーを接着します。そして主翼を支えられるような箱を用意し、支脚が固定されるのを待ちます。ウップ主は、3日くらい放置します。結構時間かけるんだね。完全に固定されないうちに足をつけると、曲がった状態で固定されちゃうからね。なるほど。私の仕事も完了です。お疲れ様。写真撮影もうまくいったね。決まったね。二人ともお疲れ様。ウップ主も撮影ご苦労様です。ねえねえ、せっかくだから、記念撮影しない？いいね。やろう。いいね。記念撮影。じゃあ、並んで並んで。お疲れ様。あとは動画にしてアップする仕事があるね。頑張るよ。最初の動画だったので、わからないことがあったり、他の動画制作のためになかなか進まなかったし、結構トラブルもあったから、せっかく撮影した動画が使えなかったりして反省点が多かった。だけど、なんとか形になったので、良かったと思う。次回も頑張りますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ところで、何の動画を作っているの？他のチャンネルで、怖い話をアップしているよ。苦手な人がいるかもしれないので、ここで紹介するのはやめておくけど。そんなもの作っていたんだ。今気づいたんだけど。どうしたの？すずみ。さっき3人で映ったんだけど、誰がカメラのシャッターを押したの？そう言われてみれば。もしかして、幽霊？いや、そんなの怖い。怖いよ。本当に幽霊いたのかな？